日本はもはや決済の植民地か？中国系スマホ決済が暴く、消える数千億円の税収と、徴税権の敗北、中国系スマホ決済の闇、銀座や新宿の店頭で当たり前のようにかざされるアリペイや WeChat Pay。しかし、そのスマホの裏側では、日本の殿が1円も日本円も介さずに中国へと還流しています。日本の金融システムの外側で完結する巨大な経済圏の出現に、片山さつき大臣も非常に由々しき問題と危機感をあらわにしています。今、我々の足元で日本の法律が一切通用しないデジタル疎開が急速に拡大しています。現状と実態、日本円も介さないオフショア決済の実態、日本国内の店舗で商品が動いているにもかかわらず、その対価である価値は日本の銀行ネットワーク全銀システムを一度も通りません。具体的な仕組み、訪日客がアリペイで支払う際、資金は中国国内の銀行口座から引き落とされ、中国国内の決済代行業者アクアリアラを通じて、店舗が持つ中国本土の銀行口座へ直接振り込まれるケースが横行しています。法律の壁、資金決済法は国内の為替取引を想定していますが、このケースでは外国から外国への送金とみなされ、日本の金融庁の監督権限が及びにくい法の空白地帯となっています。5.9 兆円巨大市場、2025年の訪日外国人消費額は過去最高の約 5.9 兆円観光庁統計を記録しましたが、その裏で補足不能な決済が膨れ上がっています。衝撃の数字、一部のシンクタンクの推計では、インバウンド消費のうち、日本の金融インフラを介さない地下決済は、年間数千億円規模に達すると予測されています。経済への影響、日本国内で消費が発生しているのに、国内のマネーストック通貨供給量が増えず、日本円の需要を押し下げる、円安要因の一助にすらなっているとの指摘もあります。税務当局を無力化、国税庁が最も警戒しているのが、所得税法、及び法人税法に基づく、適正な課税が不可能になる、デジタル二重帳簿です。実態、通常、税務当局は、国税通則法に基づき、銀行へ預金照会を行います。しかし、アリペイや WeChat Pay の資金移動は、日本国内の銀行を経由せず、中国国内年熱運用という生産機関で完結します。脱税の構図、売上を日本国内の銀行に入れず、そのまま中国での仕入れ代金や不動産投資に回すことで、日本での利益をゼロに見せかける、完全無欠の脱税スキームが完成しています。国税局が反面調査を強化しても、決済データが中国国内サーバーにあるため、情報開示が事実上拒否されるケースが相次いでいます。消費税、2023年に導入されたインボイス制度の網からも、これらの決済は漏れ出しています。消費税 10% の消失とインボイス制度の形骸化が起きます。徴収漏れ、決済がブラックボックス化することで、店舗が客から預かったはずの消費税 10% が国庫に入らず、そのまま店主のポケットに収まる着服に近い状態となっています。100万円の売上を隠蔽すれば、10万円の消費税が消え、観光地全体では年間数百億円単位の減収に直結します。社会統合の分断、アリペイと WeChat Pay のユーザー数は合計で13億人以上、100% のカバレッジを誇ります。この圧倒的な普及率が日本国内に日本政府が感知できない生活圏を作り出しています。日本の公共サービスを享受しながら、その原資となる税を決済ログの隠蔽によって回避する構造は、社会契約のバランスを崩し、日本人住民との間に深刻な圧力を生みかねません。法律規定安全保障上のリスク、金融主権の喪失、日本国内の経済活動でありながら、その通貨供給量や流通速度を日本銀行が把握できなくなる事態は、金融政策の無力化を意味します。日銀のマネタリーベースに反映されない資金循環。すなわち、デジタルドラミゼーション多国通貨による自国経済の支配が進行し、国家主権を揺るがすリスクをはらんでいます。犯罪の聖域化、日本の犯罪収益移転防止法や、FATFの勧告に基づく監視網が、中国系決済アプリ内では機能しません。マネロン防止網の機能不全を招き、犯罪を聖域化します。犯罪インフラ化、特殊詐欺の被害金や、薬物取引の対価が、アプリの個人間送金機能を通じて洗浄され、一瞬にして海外へ逃れるスキームが確立されています。2025年には、WeChat Pay の残高を現金と交換する地下銀行的行為も摘発されています。データプロファイリング、決済データは究極の個人情報の集積です。日本国内での詳細な購買行動データがリアルタイムで中国の巨大テック企業、ひいては国家情報法に基づく中国当局の管理下に置かれることになります。特定の地域や重要施設周辺での動向が分析されることで安全保障上の脆弱性を突かれるリスクが指摘されています。今後の対応方向、2026年迫られる法的包囲網の先方は外国決済事業者への国内拠点代理人設置の義務化です。現行の資金決済法を補完し、日本国内で実質的な経済活動を行う海外プラットフォームに対し、法的な接続点を強制的に創出します。実装される規制、国内に責任がある拠点日本法人、または法的代理人の設置を義務付け、行政指導や業務改善命令を物理的に届くものとします。一括報告制度、国税庁は個別の店舗を追うのではなく、決済の川上を抑える戦略へと転換します。税務データの透明化を目指し、海外事業者や国内アクワイアらに対し、一定基準を超える加盟店の売上データを一括して報告させる法定調査制度の導入を検討しています。法律の抜本的改正のポイントは、外為法及び資金決済法です。
日本国内の QR コードや端末を用いた決済は、資金の移動先が海外であっても国内取引とみなし、日本の免許登録を必須とする法的解釈を明文化します。未登録事業者に対しては、国内での IP アクセス制限や銀行口座との接続停止といった強力なサンクションも視野に入れています。G7 共通報告基準 CRS 銀行口座情報の交換制度である CRS の対象を電子マネー残高や暗号資産にまで拡大するよう日本が提言を強化しています。米国がデジタル人民元 ECNY を国家安全保障上の脅威と位置づける中、日本も G7 の枠組みでデジタルの国境を守る国際的なルール作りを急いでいます。インボイス制度、ハードウェア面からの規制として、日本国内で使用される決済端末に対し、インボイス登録番号と売上データを国税調サーバーへリアルタイムまたは定期送信する機能の搭載を推奨義務化する議論が進んでいます。インボイスと決済端末のデジタル連携と呼ばれます。世界的に見ると、日本はようやく課題の全容を把握した段階です。これは長らく観光振興を優先し、放置していたこと、現金への信頼度が高く、電子決済そのものの普及が進んでいなかったことが理由です。これらの状況が落ち着いた今、脱税と安保リスクを理由に急加速し、2026年現在、世界で最も厳しい水準の法整備へ、急ピッチで舵を切ったという状態です。今後の進展を注目しましょう。いかがでしたか？この情報が役に立ったら、いいねとチャンネル登録お願いいたします。